今回は2024年5月31日にサンダルフォンと共に実装された新マルチ至極の舞踏会ザスバからの救援要請の攻略の一例をご紹介します。クエスト全体を通しての流れをざっくり紹介していきますので、攻略に詰まっている機空士の参考になれば幸いです。また使用している装備人員などはブログの方にまとめました。よろしければこちらもご覧ください。今回の攻略は世界一可愛い女の子イオちゃんでご紹介します。よろしくね。はじめにマギラ・フリラからの挑戦状である至極の舞踏会から攻略します。アップデート前のクエストとは違い、制限時間が15分とシビアになっているクエストです。安定して周回するためにはクエストの理解度が大事ですが、それと同じぐらいチーム全体の火力も大事なクエストになっています。開幕は骨のボスモンスターであるゲラシーンが一体ですが、クエスト直後に取り巻きのヘリたちが湧きます。至極の舞踏会ザスバからの救援要請は脇モンスターの攻撃力もかなり痛いため、ゲラシーンと戦う前に倒しておくと事故が減らせます。ヘリは毒を吐いてくるため、アビリティを使ってでもサクッと倒しましょう。ヘリを処理した後はゲラシーンの討伐に移ります。クエスト限定の特別なモーションといったものはないので、普段のゲラシーン戦をやっていきましょう。先が長いクエストですので、オーバードライブの大技中は無理をせずに回避に専念して HP とポーションを減らさないようにしましょう。このマルチメンバーは火力が高いチームなのとリンクアタックが噛み合ったため、大技を打たれる前にブレイク状態にできました。この時点でチームの火力は足りていると判断できます。ここでクエスト全体を通して大事なことを申し上げます。奥義はたまり次第積極的に打ちましょう。このクエストを回している段階の機空士に改めて奥義の重要性を解く必要はないと思いますが、このクエストはとにかく奥義を蹴散らないことが何より大切なクエストになっています。サブクエストに5回以上リンクタイムを発動させるとあるぐらいなので、リンクタイムを狙うことが前提となっているクエストです。リンクタイムはリンクアタックの他に奥義でも貯めることができるため、とにかく奥義を打ちまくってリンクゲージを貯めましょう。もちろん味方に奥義を配るという意味もあります。特にソーンやナルメアなど奥義ゲージ回収率が低いキャラがいた場合は、ゲージ回収が得意なキャラが奥義ゲージを配ってあげることが大事です。世界一可愛いイオちゃんはカリオストロやフェリほどではないですが、奥義回収の得意なキャラです。イオちゃんを使う場合は積極的に奥義を使って敵拘束と奥義分配を担っていきましょう。自分が奥義機動役になってチェーンを回してもらえれば、奥義チェーンによるリンクゲージの上昇も見込めます。このクエストはとにかく奥義を打ってリンクゲージを貯めましょう。お前らとの試合何戦何勝だったかな。至極の舞踏会の2戦目は井戸の兄貴分ことガランツァです。マギラ・フリラと組んでいない団体ですが、基本的にワンパンでこちらを沈める火力を持っているため、油断せずに戦いましょう。この戦いも開始直後に教団の兵士が後湧きします。遠距離から弓矢で撃たれると結構痛いため、先に倒してしまう方が良いと思いますが、注意点があります。ゲラシーン戦でフルチェーンを決めていた場合は、開幕からリンクタイムが溜まっていることもあります。この状態で雑魚兵士を倒しに行ってしまうと、ガランツ相手に発生したリンクアタックに参加できない可能性があります。リンクタイムの見逃しはクエスト失敗につながるほどの機械損失のため、リンクゲージが最大の時に雑魚狩りに行くのは注意しましょう。かかる場合はラカムやソーンなどリンクアタックの範囲が広い遠距離キャラが倒しに行くのが無難です。新キャラであるサンダルフォンなどリンクタイムに入るだけでキャラパワーが跳ね上がるキャラもいるため、リンクタイムに突入するだけで戦力向上になります。リンクタイムを見逃さないだけで火力が足りないチームでのクエスト攻略にもつながるため、リンクタイムはよくよく意識して戦うことを推奨します。そして何度でも申し上げますが、リンクタイムやチェーンに関わらず奥義は積極的に打ちましょう。雑魚兵士を倒し終わった後に味方の奥義を待っているのですが、なかなか打ってくれずにいます。正直不必要な奥義の温存は事故のもとです。どの敵も通常攻撃ですらダメージが大きいため、敵の自由時間が増えるほど事故の確率が上がります。奥義を敵のオーバードライブの発動に当てたいというのがあるのでしょうが、
このクエストに関しては余計なことは考えないで奥義を売ってほしいのが本音です。まだこの後にも連戦が待っているので、味方にポーションを使わせないようにしてあげてください。シャルロッテの超火力のおかげでオーバードライブを飛ばせました。自分の奥義ゲージも溜まったので、ガランツァのダウン復帰時に当てに行きます。敵の復帰時に奥義を当てに行き、攻撃時間を伸ばすのがリリンクのテンプレ行動の一つですが、この状況のために奥義を温存する必要はありません。状況を問わず積極的に奥義を打って敵を拘束しに行くのが仲間のためにもなりますので、ここで奥義を打つのはもったいないとかは考えないでガンガン使っていきましょう。ここで留意したいのはリンクゲージです。先ほど味方が奥義チェーンを決めたため、リンクゲージが最大になりました。リンクゲージが最大時はチェーンを決めるメリットが薄いため、この状態ではチェーンを狙わず奥義を単発で回し合う方がメリットが大きいです。奥義の単発での回し合いは奥義ゲージ分配の意味もありますが、奥義の合間合間にスタンチを貯めることができるため、状況によっては奥義を回している途中でリンクタイムに入ることも可能です。リンクゲージが溜まっていない時はチェーンを狙う、リンクゲージが溜まっている時は単発で回し合う、この形ができると攻略の安定度が上がります。可能な限り狙ってほしい形ですが、奥義を使っていいかの状況が分からず結果使わなかったというのが一番寒いことなので、よく分からなければ気にせずチェーンをしましょう。再度申し上げますが、この後も連戦が控えています。拘束時間を増やし、可能な限り被弾を抑えられるようにしていきましょう。あら、珍しいお客様ですこと。3戦目は井戸の姉貴分こと紛ラフリラです。ここも雑魚敵として剥がさね衆の兵士が後湧きしますので、先に倒してしまう方が無難です。周りの剥がさね衆も紛ラフリラ同様で剣によるシールドを張っているのですが、シールドの上からでもスタンチはたまるため、剥がさね衆でリンクタイムを狙うことができます。バラバラに動いてしまうと動画のようにリンクアタックを見逃してしまうことも多いですが、リンクゲージの回収はできたと前向きに捉えていきましょう。また繰り返しになりますが、リンクゲージが最大でも奥義は可能な限り回していきましょう。この状態でもソーンが単発の奥義を打ってくれれば、他のメンバーに奥義ゲージを回せます。また拘束をしてくれればそれだけ味方の被弾を減らすことができます。近距離キャラ2人が瀕死になってしまいましたが、奥義を打ってくれれば防げた被弾だったと思います。遠距離キャラは敵の近くで戦わないため、近距離の負担を軽視しがちです。近距離キャラよりは余裕を持って周りを見れるはずなので、自分のできることで味方をカバーしてあげてください。リンクタイムの発動に成功したため、あとは全力で殴るだけです。奥義の状況的にリンクタイム終了後にフルチェーンを狙えるので、リンクタイムから奥義フルチェーンの流れで紛らフリラには5体以上いただきましょう。サンダルフォンが奥義をチェーンしてくれませんでした。おそらく3チェーンで倒しきれると判断したからでしょうが、リンクタイムを貯めることが何より重要なので、可能ならケチらないでほしいです。自分のためではなく仲間のためにチェーンをつなげてください。破れるわけが。4戦目はドラゴンとトカゲの多頭クエストになります。至極の舞踏会唯一の多頭クエストになっています。多頭ということもあり非常に事故率が高いため、ここでクエスト失敗になるのも珍しくありません。どちらを先に倒すべきかは諸説あると思いますが、個人的には攻撃範囲の広いドルベイルから倒す方が無難だと思っています。とはいえ片方倒せればどうとでもなるので、この辺りの機微はチームの流れに任せましょう。一番やってはいけないのが
2対2で分かれて戦うことです。敵のオーバードライブ状態が重なってしまうと、片方の大技と動きの速いオーバードライブの攻撃を同時に相手にすることになってしまいます。敵の大技中は味方の救助にも行きがたいため、瀕死状態の味方を助けられずにクエスト失敗も珍しくありません。ここに来るまでに各種のポーションを使い切っていてもおかしくありませんので、高速手段がある場合は積極的に使ってほしいのが本音です。ソーンがオールポーションを使ってリンクゲージを上げてくれていました。自分は気づくことができず、非常に申し訳ないことをしました。ごめんなさい。高速手段が欲しいのでとにかく奥義ゲージ回収に努めます。もし開始時に奥義を打てる状況であれば迷わず打ちましょう。あなたの奥義で助かる命があります。ソーンのオールポーション支援に気づいていれば、ここでリンクタイムに行けました。本当にごめんなさい。かなり厳しいことを言いますが、このオーバードライブに合わせたサンダルフォンの奥義はあんまり意味がないです。リンクアタックは先ほど発動してしまったのでリンクタイムには遠く、チェーンをつなげられるわけでもないのでダウンも奪えません。オーバードライブは飛ばせていますが、これはシャルロッテの超火力のおかげで飛ばせている形です。このシャルロッテがいないと飛ばせていなかったと思いますので、他のマルチでは安定しない戦い方になってしまっています。シャルロッテがいるから単発奥義の判断をしたという人もいるでしょうが、そもそも前の戦いでフルチェーンを決めてくれていればリンクタイムを絡ませてすでに倒せていた可能性もあります。シャルロッテの超火力に依存するといった特定の状況だけ見越す戦術はクエスト攻略安定から遠くなります。残念ながら戦術が悪いとしか言いようがありません。とにかく奥義を打ちましょう。もったいなかったかなと思う時はあっても、悪い結果になることはないです。打倒クエストは迅速に片方を倒すのが安定攻略の道のため、ダウン時間終了後に迷わず奥義で高速に行きます。リンクタイムが最大ですので単発奥義を回し合う方が効率が良いですが、単発奥義にこだわりすぎてストンダイルに邪魔されるリスクもあるため、余裕がなければチェーンをつなげていきましょう。打倒クエストで自分が遠距離キャラの場合、引き付け役になるのが有効です。余裕があれば味方から遠ざける位置に誘導しましょう。味方がドルベイルを倒してくれたため、あとはストンダイルを倒すだけです。1投だけになればかなり余裕が生まれます。しかしワンパンで倒されるのは変わらないため油断せずに行きましょう。ブレイクと同時に奥義がたまりました。ダウン時間終了直後に当てに行きましょう。リンクタイムが最大ですのでチェーンのメリットはないのですが、奥義を単発で回し合ってくれると助かる場面です。しかしスタンチがたまりリンクタイムに入ってしまいました。これは少しもったいないかなと思う状況ですが、奥義を打たずリンクタイムも使わず事故る方がもったいないので、使わないよりはマシです。至極の舞踏会の最後はセスラカ戦になります。マギラ・フリラはセスラカをどっから持ってきたのでしょうか。ここも雑魚敵でアースシードが後湧きするために先に処理に行ってますが、リンクゲージが最大の場合はリンクタイムを見逃さないように注意しましょう。至極の舞踏会の難所は一つ前のドラゴンとトカゲの多頭クエストなので、最大の山場は越えました。戦い方はプロード単体セスラカと変わらないため、普通のセスラカ戦をしていきましょう。ここでも状況に限らず奥義をガンガン使ってほしいと思いますが、多頭でも何でもないのでどうとでもなります。気負わずに戦いましょう。このセスラカも王地に帰りたいタイムがありますが、特別耐久力が上げられているわけではないので、わざわざ奥義を取っておく必要はないと思います。奥義を積極的に打つ、リンクタイムを見逃さない、両方やらなくちゃいけないのがこのクエストの大変なところですが、
慣れてしまえば周回も安定します。奥義さえ回っていればどうとでもなる場面が多いので、今一度奥義を積極的に回していただくことをお願い申し上げます。続いてはザスバからの救援要請になります。至極の舞踏会同様、連続で敵を倒していくクエストになります。5000名以外は全て他党クエストになっていて、非常にカロリーが高いクエストになります。油断しているとあっさりやられてクエスト失敗というのも珍しくないため、奥義を打つ、リンクタイムを使うということを強く意識して攻略しましょう。申し訳ないことにこの動画はこのクエストを安定させるために集まったのかと言わんばかりのキャラ構成になっています。実際の野良マルチはここまでスムーズにいくことは稀だと思うので、その点はご了承ください。初戦はエンシェントドラゴンとゴブリンウォーリアとの戦いになります。絶対仲良くなれなさそうな組み合わせです。図体の大きいエンシェントドラゴンに目が行きがちですが、真に危ないのはゴブリンウォーリアの方です。ゴブリンウォーリアの大技である地震攻撃は一定時間行動不能になる凶悪な技です。この技とエンシェントドラゴンのオーバードライブが重なると、まず誰かが瀕死になります。オーバードライブ状態でなくても地震攻撃の最中にエンシェントドラゴンの攻撃をさばくのは難しいため、1対3で分かれるように戦って先にエンシェントドラゴンを倒すことを推奨します。オーバードライブ突入に合わせ太陽の巻き攻撃の間にフェリが奥義を間に合わせてくれました。こういう展開はマルチしている感があって良いですね。もちろんチェーンをつなげに行きます。イオでは奥義回収率でフェリを上回るのは難しいですが、フェリの奥義にチェーンを合わせられるぐらいには早い方です。できればヨダルラーハにも売ってほしかったですが、オーバードライブは飛ばせているためとりあえずよしです。余談になりますが、ここで奥義をケチった時点で苗落ちする気空師も珍しくないクエストです。別のマルチになりますが、ジータがダウンフックに合わせて奥義を打ってくれましたが、サンダルフォンがチェーンをつなげませんでした。チェーンをつなげない場合は敵のダウンが取れないため、相手の自由時間が増えてしまいます。その結果、ジータは復帰したエンシェントドラゴンの攻撃に当たり瀕死になりました。そしてクエストからもいなくなってしまいました。切断は悪の所業ですが、正直気持ちはわかります。自分も切断しても罪が許される何かの意味があれば苗落ちしていたと思います。クエストを安定して周回させるため、防御人員を積まずに来てくれる気空師も多いです。自分のできる範囲で味方の負担を増やさないように留意していただけると助かります。ランスロットとヨダルラーハがチェーンをつなげてくれたため、リンクゲージが溜まりました。これでエンシェントドラゴンを倒した後にゴブリンウォーリアにリンクタイムをぶつけていけます。リンクゲージが最大なのと、自分が奥義をぶつけなくても倒しきれると判断したため、自分の奥義は温存します。エンシェントドラゴンは味方に任せて、自分はゴブリンウォーリアを攻撃し始めます。あれだけ奥義を打てと言っておいて奥義を打っていないようちゃんは私です。リンクタイムを狙っていたというのもありますが、それにしたって1回ぐらい打っておけよと自分で思います。不必要な奥義の方、ダメ絶対。味方の奮闘もあって無事リンクタイムに行けました。本当にすいませんでした。ゴブリンウォーリアは大技を打たせたくない相手なので、一気に畳みかけに行きます。リンクタイムが終わったので拘束しに行きます。味方の奥義ゲージも溜まっているので、チェーンをつなげて再びリンクゲージを貯めに行きましょう。ランスロットのチェーンが間に合いませんでしたが、どこかで奥義を打ってくれればリンクゲージは溜まりきるので問題はありません。ランスロットが奥義をオーバードライブに合わせて打ってくれたので、ゴブリンウォーリアの大技を一度も打たせずに倒せました。正直、意思疎通が難しい野良マルチにもかかわらず、示し合わせたような出来すぎな展開だったと思います。とてもありがたいです。ザスバからの救援要請の2戦目はロックゴーレム2体の討伐です。動きが緩慢なため対応はしやすいと思いますが、
攻撃力は半端なく高いため、舐めてかかってぶん殴られないように注意しましょう。ここではクザコ敵のスケルトンはすごい速さで走ってくるので、ロックゴーレムを殴ろうと思ったらスケルトンも一緒に殴っていたという状況もあると思います。しかし攻撃されると捕まってしまい身動きが取れないため、捕まっている味方がいたら攻撃して助けてあげてください。このクエストも他の多頭クエスト同様で、誰かが引き付け役をできると安定します。ロックゴーレムはゴブリンウォーリアー同様に自身攻撃を持っているため、可能な限りに体を離して戦いたいです。理想はこの状況の通り、1戦目のエンシェントドラゴンとゴブリンウォーリアー戦で貯めておいたリンクタイムや奥義を当てて早めに片方を倒したいです。ここから先の多頭クエストは全てリンクタイムスタートが理想です。開始時にリンクゲージが足りなかったとしても、奥義を当てるなりしてなるべく早くリンクタイムに突入したいです。逆にリンクタイムを見逃してしまったり、奥義のチェーンを行わないなど、リンクタイムが遠くなるほどクエスト失敗率が上がります。常に事故をどう防ぐかという勝負になってくるため、奥義を含めた敵の拘束手段はもったいぶらずに使っていくようにしましょう。2度目のリンクタイムです。1度目のリンクタイムから奥義回し、そして再びリンクタイムという理想的な流れです。このリンクタイムで再び奥義ゲージも回収できるため、奥義とリンクタイムのループで非常に安定度の高い攻略になっています。再度申し上げますが、野良マルチでこの流れができるのはかなり稀です。良いメンバーが集まってくれてありがたい限りです。続くぞい。一体になったのでもう片方の存在を気にせず、あとはひたすら殴っていくだけです。チームの火力が足りていればオーバードライブに入る前に倒せますが、倒せなかったとしても焦らず戦いましょう。とどめ間近でスタンまで入ったのでリンクゲージも溜まりました。次の開始時にリンクタイムを狙っていけます。本当に理想的な流れです。3戦目はタイユタールとタイユタールマーク2の討伐になります。ザスバの救援要請はアビア教団の残党が集まったという設定のため、タイユタールが出てくることは不思議ではありません。どこかの誰かが所詮はマーク2かなどと言っていますが、タイユタールマーク2は念入りに強くされた正しきマーク2のため非常に手強い相手です。マーク2笑いなどと揶揄せず、油断せずに戦いましょう。開幕から間違えてチェーンをつなげてしまいましたが、ここに来るまでにかなりの集中力を持っていかれているので許してください。ヨダルラーハがつなげてくれたため、チェーンダメージを期待するという意味が持てました。ヨダルラーハの人、ありがとうございます。タイユタールはかなりスタン耐性が高いので、リンクタイムに行けないのも珍しくないです。特にタイユタールマーク2の方のスタン耐性が非常に高いです。さすがはマーク2。安定してリンクタイムに行くにはジャストガードを狙わないといけないですが、リスクも高いので状況と自身の技量に合わせて判断してください。タイユタールの大技はどちらも画面内を激しく動き回ります。見ていないとまず被弾してしまうため、タイユタールの大技中は無理をせずに戦いましょう。また遠距離キャラは落雷にも注意です。キャラクターをサーチしての攻撃なので安全地帯はありません。要は避けやすいキャラですが、定点攻撃がメインの追い源を使う場合など被弾しないように注意していきましょう。フェリがタイユタールの方に奥義を打ってくれました。これで向こうの拘束が約束されたため、チェーンをつなげずには向かわずマーク2に専念していきます。オーバードライブが重なるとまずいので、タイユタールがオーバードライブになる前にマーク2のオーバードライブゲージを削り切りたいです。こちらのチェーンに合わせてランスロットとフェリが合流しに来てくれました。片方を殴りつつも片方の状況も見てくれていたのでしょう。ありがたい限りです。オーバードライブが削れそうな時は全力で削る。
本ながらとても大事な行動です。ランスロットが凍結まで入れてくれているので、フラワリー7でダメージを加速させましょう。タイユタールがタイユタールマーク2を守った。後継機を守る先代の姿に私は感動を覚えました。まるでタイユタールがタイユタールマーク2に後ろにも目をつけるんだと教えているようです。そんなタイユタールの奮戦虚しくマーク2へのリンクタイムです。タイユタール戦はリンクタイムへの突入が難しいため、リンクタイムチャンスは逃さずに行きましょう。タイユタールマーク2を倒せましたので、あとは先代を倒すだけです。先代とはいえマーク2に劣らず硬い敵のため、奥義などのリソースは惜しまずに使っていきましょう。討伐間近にスタンチがたまりましたが、さすがにこの状況でリンクタイムを使うのはもったいないので控えています。ただしヨダルラーハの幻影があるから選べた選択肢でもあるので、キャラ構成次第ではリンクタイムを使った方が良い場面もあります。とどめ間近でリンクタイムを使ったとしても阿炎の回復ができますので、このキャラメンバーでは余裕がないと判断した場合はリンクタイムを使っていきましょう。4戦目は至極の舞踏会でもあったドラゴンとトカゲの組み合わせです。ここもドラゴンであるブレッツァレクを先に討伐する方が丸いと思いますが、片方にこだわりすぎて戦力が分散しても危険なのでチームに合わせて行動しましょう。ここは雑魚敵としてダーククラウドが湧きます。ダーククラウドは放っておくと本当に危ないため、優先的に倒しましょう。ダーククラウドのドロップ弾を敵に投げつけるとスロー状態にできます。近接が楽になるため遠距離キャラが投げてあげるのが丸いです。味方が奥義をつなげていますが、リンクゲージは最大なので無理につなげに行かなくても良いと判断しています。正直ダーククラウドを放っておく方が危ないので、自分はダーククラウドの討伐を優先しています。大技を打たれる前にリンクタイムに入りたいのが本音です。オーバードライブに入ってしまったので、少しでもゲージを削れるように麻痺を入れてフラワリー7準備ですと考えていたら、仲間が麻痺中にスタンチを貯めてくれました。フラワリー7によるリンクタイム優先です。ありがたく乗りましょう。フレアダイルが自分にヘイトを向けてくれているので、このまま引きつけながら戦います。引きつけている最中でも奥義高速チャンスは忘れずに狙いに行きます。残りわずかなのでブレッツァレクを倒しきりに行きます。こいつさえ倒してしまえばあとはフレアダイル単体と次の戦いでもベティノス単体のためた塔は終わります。ブレッツァレクを無事に倒せましたので、あとはトカゲを倒すだけです。打倒が終わったのでザスバからの救援要請の難所は超えました。あとは油断せずに確実に敵を倒していきましょう。ヨダルラーハがオーバードライブに合わせて奥義を打ってくれため、自分も奥義の準備に入ります。リンクゲージは最大のためチェーンではなく単発でつなげていきます。
もうとどめ間近ということでランスロットが奥義を渋っていますが、この状況でも奥義を回してほしいのが本音です。難所は超えましたが、ここに来るまでにポーション類が全くなかったとしても不思議ではありません。敵の自由時間はなくすに越したことはありません。何度も申し上げて申し訳ありませんが、奥義を徹底して回すのは事故を防ぐ意味があり、味方に奥義ゲージを渡す枠でもあります。味方のためにも打ってくれると嬉しいです。ゲージの溜まったフェリが迷わず奥義を打ってくれたため、事故も起きずにフレアダイルの討伐は終わります。フェリちゃん、ありがとう。ザスバからの救援要請の最後の相手はベヒーモスになります。攻略に関しては特別に申し上げることはないです。普通にベヒーモス戦してください。ジャストガードのサブクエストはないので無理に狙う必要はないですが、ベヒーモス単体でのクエスト同様でかなりスタン地耐性が高いです。リンクタイムを狙うときはベヒーモスではなく、周りに湧く箱でリンクタイムを発生させる方が楽なのを覚えておきましょう。とりあえず奥義はたまり次第回します。ヨダルラーハがオーバードライブに合わせて奥義を打ってくれました。この状況では理想的な使い方なので非常に助かります。フェリも奥義で続いてくれましたが、ベヒーモスのオーバードライブゲージはかなり長いため削りきれなくても仕方ありません。オーバードライブを削りきれないと大技を許すことになりますが、ベヒーモスは大技絶対打ちたいですという鋼の意志を持っているため付き合ってあげましょう。注意したい点として、ベヒーモスの大技使用時のバースト状態でリンクタイムに行かないように気をつけましょう。大技中に雑魚敵を殴っているとリンクアタックが発生して脊髄反射のリンクアタックからのリンクタイムが発生してしまうこともあります。大技中のリンクタイムは敵の暴れ状態が長引くだけの苦行時間になるので本当に気をつけましょう。以上が至極の舞踏会ザスバからの救援要請の攻略解説でした。野良マルチでの動き方は集まったメンバー次第で変わるため動画のようにうまく回らないこともあると思います。正直火力が足りないチームだと安定攻略は難しいので SNS や生配信でメンバーを集うのも一手かと思います。また究極武器の強化が終わっているのであればヨダルラーハやカリオストロといった味方支援も兼ねられるキャラを使うと参加者が助かります。余裕があるのであれば使うキャラを絞ってマルチに参加してみてください。しかしザスバの救援要請に関してはすでに放置編成ができているクエストでもあります。放置作業を推奨したいわけではないのですが放置できるぐらいには安定して回せるクエストとも見れるためあまり神経質になりすぎずにクエストを回しましょう。再度の宣伝になりますがブログの方で装備構成や考え方の文章化をしています。概要欄にリンクが貼ってありますのでよろしければご覧ください。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。マルチで会った際はよろしくお願いします。
りにしてよね。